家なしです。超責任務完走です。タイトルの話は後でするとして時系列順に参りましょう。スタート落ち学園卒業、いきなり泣きかけました。ラハイロイにこんな後ろ髪惹かれる思いになるって輪廻に惹かれた時は想像もしなかったです。根性の別れが出ないよう丁寧だったと思っていて、一通り回ったらブラックショアに行くつもりをエイメス。ネオユニオン必要に応じて行くことになったら案内するよ輪廻。今度行く時は今週の医者多分キエン将軍を紹介してもらうリューク・ヘルセンとか、具体的なエピソードとか既存キャラに絡めてフック作ってくれたし、今回の今週組のように過去キャラ再登場の実績ももうあるので寂しかったんですけど、きっとまた会えるっていう安心感もありました。視聴者の感想の一つに、突然の卒業のせいで没入できなかった。ちょっと出かけてくるぐらいで済ませて別の機会にちゃんと卒業して欲しかったって言ってる人がいて、私プレイ中は認識できなかったんですけど、それ言われて初めて、確かに卒業させられちゃうんだって思ったかも。って思いました。なんか私も今回の予告配信見た感じ、例えば休学ぐらいのノリで扱われて、エイメスとかモーニエに、あなたがいない間に私が単位たくさん取って追い越しちゃうんだからとか、補習のカリキュラムを考えないとですね。で、茶化されるぐらいの方がイメージあったかも。ただ一方で、ヒョウちゃんはリナシータでいう来訪者じゃなくて、スタート地学園では学生として迎え入れられたのと、特に戻ってくる用事も今はないんだし、じゃあ区切りつけて、卒業として送り出すことになるんちゃうっていう意見もそうかって気もしたので、学園卒業してバイクで離れて、暗転して、で、今週着いたら目の前に鹿が立ってて、漂白者、準備はできたって聞いてきたから、無事にヤンヤンは鹿を風に包んで無傷で今週に送り返せたんだ、よかったね。で、しかも漂白者、準備はできたって、そんなあっさりと無臭に行く感じなんだって思ったら、全然関係ないサブクエの鹿だったらしく撃退しました。メインクエをやるときはちゃんと集中モードにしましょう。今週組めちゃくちゃ意識して出番作られてましたね。今週はわかるけど、オリエとかソーリオまで出番があると思いませんでした。あと直接は出さないまでもハンコン互助会のインリンのやつとか、正確には交流だけど僕れのお札とか、マジで名前だけだったけど関心とか、毎度のことながら横のつながりを感じられると嬉しいです。なんでそんな毎回息を吸うようにプライバシーが侵害されるのか。スイスイというドスケベチャイナ戦争姉さんと、リョウウというドスケベおっぱい兵士がずっと画面上にいるのになんでこんな浴場しないんだろうって思ったら簡単で、話が重い。石膏は特別な描写なく普通に死んでるし、これで死ななかったことあるっていうぐらい死亡フラグをビンビンに立てまくった、今から死にますみたいな顔してるモブ二人もあっという間に死ぬし、全員殺すよりも可愛がられてた子一人残した方が皆さんしんどいっすよねっていう黒毛の悪いとこ出てるし、1時間前までチサのエフェクトって草生やしてた我々に、お前がこれから戻る氷は戦時下だからなってことを嫌でも思い出させるのであった。ただ今回私がすごい好きだったのが、今週の時って今その世界が大変なことになってますっていう説明が多かったですけど、今回って高原産機の2人に先行かれて取り残されて決壊しそうな人いますとか、ヤンヤンに会いたいヒョウちゃんとお姉ちゃんとか、あと本当はヒョウちゃんに今すぐ会いたいんだけど、でもヒョウちゃんと肩並べて歩ける人になりたいっていう意志もあるから、それはそれとして目の前の状況に真摯に向き合うヤンヤンとか、その人が置かれてる厳しい境遇だったり、その人の行動の動機に描写がフォーカスされてたんで、感情移入して読み進められたのかなと思いました。いっちゃん最初ヤンヤンが扉叩いて回る寒冷村あたり、あの辺テンポ悪いわって言ってる感想もあって、気持ちわかるんですけど、ただあれは地域マジ悲惨ってことを個人に着目して描くために必要なパートだったんかなと思いました。で、人じゃなくて世界を描写するにしても今週の時と全然違かったと思っていて、確かに漢字は多かったんですけど、抽象度の高い要素って全然出てこなかったと思うんですね。例えば会食現象とか反響とか悲鳴とかソノラとか、あとリナシータでいうパレードパラダイスとかラハイロイのルーンとか、せいぜい気候術とか機械ぐらい。でも字面に対して直感的じゃないですか、どっちも。あとはもう検点の構えとか指名の意図とかは全部地名だし、提言営とか可感会とかは役割組織名だし、まるで漢字主体の世界って他国の人からすると若干飲み込みにくいってことを自覚した上で、必要以上にややこしいことは言わないようにしてる、なんかプロット上の相当の配慮を感じられました。で、そこに今週の時にはなかったバックログ機能とか用語解説機能みたいな UI 上の機能進化もあって、結果全然漢字してるのは気にならなかったです。あともう一個すげえ良かったのが、今回って現在と3日前と200年前の3つの時間軸が出てきましたけど、もう全然混乱しなかったっすね。3日前に行く時は3日前視点って画面上はっきり出ましたし、時間遡る時とか戻る時も早回しで時間経過する描写あったし、あと画面セピアカラーになったり、そもそも鳥さんがリアル鳥か機械鳥かっていうのも、その場が過去なのか現在なのか区別するための一つの手段になってるじゃないですか。そこもまたスルスル読めた一因かなって思いました。あと読みやすさとは別の話ですけど、群像劇スタイルってやっぱいいっすね。この前デトロイトビカムヒューマンっていうビジュアルノベル的なゲームやったんですけど、あれも3人の主人公視点を30分おきぐらいに切り替えながら進めていくゲームなんですが、結局10時間ぶっ
としてプレイできたんですよね。今回名調としては珍しいスタイルでしたけど、だれずに進められてやっぱ良かったです。専用の画面まで用意されてたぐらいですから、次のバージョンではもっと大人数で展開されそう。ジンランとか。両はプレイヤブルになるのかなって配信で話題になりましたが、音根が星3らしくて実装はされなさそう。群像劇絡みで唯一ちょっと気になったのが、途中に出てきた漂白者ルートと水水ルートの分岐。前段の話が重すぎたんで、そろそろ水水にセンスで家なしの水餃子を叩いてもらうシーンが来ないと気持ちが持たないって思って、エロ目的で水水ルート先選んだんですが、これ漂白者ルート水水ルートの順番だとちょっと微妙じゃね？選択肢自体はストーリーの読解に主体性を与えるための仕掛けとして理解できるし、先ひょうちゃんルートはそれはそれで原宝城にスッと行けるメリットがあって、でなんかひょうちゃん電動になったけど水水から渡されたあれなんだったんでモチベで水水ルート行くんでしょうけど、なんかすげえ山場越えた感が半端ない気がしちゃって、そっちの順番で読み進めた人がどう思ったのかっていうのは少し気になりました。審査誤解を招かないように強調するんですが、私は能登まみこさんめっちゃ好きです。言わずもがなゼンゼロのイーシェンとか、ペルソナの山岸風花とか、ちょっと古いけど戦場のバルキリアのコーデリアとか、好きなんですけど、声が良すぎるっていうか、神々しすぎるというか、特別な存在なんですよ。いや、採取なんだから適材適所じゃん。いや、そうなんだけど、せっかく破壊的パンパンドスケベおっぱい甘さとキツネのビジュアルなんだから、もっと頭真っ白にしていいようにされたかったっていうか、すいません、この辺にしておきます。まだ聖書さんはよくわかんないし、でもどっちかっていうと真面目寄りの印象だから、もうこうなったらもう最後の希望は過干界の女ボスですね。それが3名じゃねえのか？いや、知らん。だいたい私の超責任務配信って、私が展開よくわかんねえってなってると、視聴者の誰かが天才的な考察を言い放って天才ってなるのが常なんですが、超珍しく満場一致で意味わからんってなったのが、シンとスイスイの掛けパート。勝負は一曲きり、謎のQTE、私の負け。1ミリも理解できなかったっす。でも全然ネガティブな感情ないっす。30秒ぐらいで終わったし。でも北見た勝ったじゃないけど、瞬殺すぎてあっけに取られたので、どなたか考察をお願いします。レインボーパチパチキャンディーの時といい、アブ逆は可愛い。アブを撫でるのも可愛いけど、アブが言ったのに合わせて、そうそうってするひょうちゃん可愛い。ユリも可愛い。ダニャシグといい、ユリがうまい。解釈も一致。一般人の分際で採取の機能に疑問を抱いた、霊障系反目機械野郎の木遊はなかなかやりますね。たまたま複数の採取と交友関係がある得意なひょうちゃんピンとこないかもですが、でもそうでない人からすれば採取なんやねんっていう疑問もっともですよね。ただ自分はフラクトシデスとは違う言うてるけど、今んとこ出てる情報だとお前も同じ穴の無地なやろって思っちゃうし、彼自身もアビデュースと同じくフラクトシデスの脚本の一部っぽく見えちゃって、拭えぬ小物感が悲しい。200年前過干界にいた頃になんか不幸があって、なのに採取はあの時救ってくれなかった、そんな不幸な俺にあのお方は救いを与えてくれた的な感じなのかなと予想。で、シンも原宝城を作る時に木遊要する過干界やば、手組むのやめとこってなって、いやいや食帝と手組んだけど、でも実は食帝も裏ではフラクトシデスとズブズブであり半分積んでるっていう、多分シンも今しんどい状態になってる説。そんなふわっとした想像を今してます。木遊に入れ知恵をしたフラクトシデスの赤い服の女は誰なんでしょうか？このタイミングで女じゃなくて赤い服の女なんて遠回しな表現使うんだったら絶対気質キャラ期待させるためでしょ。じゃあフローバじゃん、ニボラも再登場予告してたさってテンション上がってたら、ヒョウちゃんが彼女を念頭に置いて否定してきたので学士。エリスとかヒュドラとかセイレンとか、もうそんなんだったらもうわかんないので様子見ですね。で、フラクトシデス以外に採取と敵対する悪役が出てきた、いいなって思ったら、まさかそこからさらに時間停止して上位存在が現れるとは。だいたいこういう時ってヒョウちゃん以外の人が時間止まりますけど、ヒョウちゃんをも止める能力、ヒョウちゃんの本当の呼び名を知ってる感、いかにも別世界で何一つ救えずに終わった世界の何らかの集合意識感かと思ったら、2回登場する中で自分のことを我々という時と私という時があって複数人格混じってる感、ただものではなさそうだし、なんかヤンヤンもただものではない。ファンコミュニティではヤンヤン黒幕説が浮上してましたけど、さすがに今回の件を経て黒幕ではないと思いたいが、ただショアキーパーとかそれ以上の特別な存在であるっぽいことはほのめかされた格好です。結局ヤンヤン現霊に変身した理由も謎だし、表明能力の調査は過疎研究員よりもネオユニオンが研究進んでるとか、もう早速輪廻再登場フラグ立ちましたけど、ここも追ってですね、白紙がイメチェンって言葉使うの好きでした。今回私幕合まで含めてプレイに7時間かかって、7時間はさすがにストーリーが長めのスタレですらなかったボリューム、長いっていう批判もあったりするんですが、個人的にはこれぐらい長くないといけなかったんちゃうっていう、それもちょっと正確な表現じゃなくて、選べたと思うんですよ。今回って新舞台初バージョンだから、まずその舞台の説明で尺を取んなきゃいけない。ただ、そのバージョンだって新キャラ実装されるんだから、新キャラについても取り扱わなきゃいけない。でもそれに終始しちゃうとまた連成任務やんけって言われちゃうから、漂白者の話まで漏れればなおよし。で、さらにその映画みたいだったっていう褒めてんのか引きの弱さをディスってんのかよくわかんない感想を得ないためにも、次回の引きもしっかり確保できればもう最高。ただ、これまでの新舞台初バージョン
バージョンについては装飾を変えずに舞台説明に時間使っちゃう分、まあこれからやねとか、連戦任務やんけとか、どれかが足りない感じのシナリオになっていたところ、今回は初バージョンから全部盛り込んでがっつり話進めるシナリオにしてくれたっていう感覚なんですよね。だから7時間とか大ボリュームになるのは当然で、むしろそこまでアクセル踏んでくれてありがとうって私は思いました。あと最後に動画タイトルの話。前回の感想動画でも言いましたが、私は今週も先週ラフも英ヒ地区もブリオもストーリーにはまれたことがありませんでした。別に中国文化が嫌いとかそういうんじゃなくて、ロシア語平戦記とかマジ神作品だと思ってるんですが、なんか字面と読みが一致しない？なんか例えば、普通この漢字スイスイって読まねえよとか、その辺も要素もあって、なんとなく苦手意識持っちゃってたんですよね。でも今回はいろんな配慮を随所に感じられて、何の問題もなく楽しめました。あとちょっと反省したのが、じゃあ今回のムシュって中国的な要素って何があったんだっけって言われた時に、別に私答えられないんですよね。中国味を感じてるのって、ちょっと風景が中国っぽいとか、用語とか歌詞が中国語だったとか、スイスイのドスケベドレスとか、超表層的なレベルで、中国の思想、哲学、伝統芸術の知見に基づいて苦手意識とか持ってるわけじゃないんで、それこそ逆水館とか風縁伝ぐらいゴリゴリの不況もんだったらまだしも、そうでもない中国っぽい世界の超浅い部分だけ見て打って構えちゃうの、ほんと良くないなって思いました。だからタイトル回収すると、今週も先週ラフも英ヒ地区もブリオもストーリーにはまれなかった私はムシュのストーリーにちゃんとはまったんですけど、そもそもそのくくりで囲うこと自体がセンスなかったなっていう反省です。結局各舞台に対して行われてる批判って、今週だったら難解な世界設定の説明しんどいとか、英ヒ地区だったらシーズン1のストリートパンク風の世界から離れたこととか悪役の薄さとかだし、それ別に中国要素関係ないからね、先入観持たんようにやろうって思いました。そんなとこかな。ちなみにちょいちょい見られた批判として、動作重すぎ話と途中探索とかデイリーやらせろ話があって、前者については私も一回クラッシュで落ちたのと BGM が2、3回ぐらい流れなくなっちゃったんですが、そんなん言うまでもなく改善事項だし頑張れ黒毛っていうことで、シナリオ中に探索や出入りも一切できなくなるっていうのも、そもそも私がそんな探索も出入りも綿密にやってないので、そんな気になりませんでした。あとは歌多くねってちょっと思いかけたんですけど、今回は場を盛り上げる意図で歌を入れてるんじゃなくて、両雨の代で曖昧になっていた歌を長い期通して徐々に完成させていくっていう構成だから頻度は気にならなかったって言ってるコメント見てそれ天才って思って、それも気にならなくなっちゃいました。なので今回も不満点ないんですよね。ダメっすか？あんま気にせずむしろ残り2バージョンも楽しみます。新シナリオや新キャラ、ヤンヤン玄霊スイスイ、サメイセイセイ新人蘭の印象、ぜひコメントください。今回もプチキャンペーン開催。早めにいいコメントを残してくれた方5名様に生成300個差し上げます。詳細は画面参照、黒毛に感謝しつつご活用ください。こんな感じで名調感想動画毎回出してますので、ぜひチャンネル登録お願いします。お告げなし。